はいどうも、直樹です。前回は凶悪置き攻めキャラのリズィを紹介してきましたね。一方的に相手を封殺できた時の気持ちよさは半端ないのでぜひおすすめです。さて、今回ご紹介するキャラクターはゾンビ状態のエディです。今回もプロフィールをピックアップして紹介しますね。詳しくは右枠に書いておきます。まず先にお伝えするのが、今見ているキャラクターはザトウ1になります。エディというのはこちらの使い魔的なキャラクターになります。正確には禁獣という逆にザトウ1を操ってるキャラです。エディについてデータとかが特に見当たらなかったので、ザトウ1を含めたデータをお伝えします。身長181センチ、体重68キロ、趣味、花言葉を言い当てる。はい、乙女要素いただきました。ザトウは意外に可愛いキャラなんですよね。アサシンのリーダーになったのですが、リーダーになったがゆえに澄ました顔をするようになったんですよね。なので、本当は普通の男性なんですね。ギャップ萌えですよね。キャラクターストーリーの方を紹介しますね。ザトウはもともと下っ端のチンピラで一発逆転を狙って禁獣のエディを自分に憑依をさせたんですね。それで視力を失ってしまったのですが、影を操る能力、エディも含むですね、を手に入れたんですね。そのおかげで暗殺組織のアサシンのトップになることができました。ただし仲が良かったミリア・レイジから裏切られて逮捕されてしまいました。いろいろあって抜け出したんですけど、ついにエディはザトウを乗っ取ることができました。しかしさらにいろいろあって、ザトウの肉体が崩壊を始めて、エディは次の宿主を探すのでした。キャラクター設定はこんな感じです。それでは格言においてのエディについてですが、いわゆる2対1でボコボコにしようぜキャラになります。エディはザトウ1とエディを同時に動かして相手を倒すキャラクターになっています。なので2体で攻めるので立ち回りは強いですし、前回ご紹介した置き攻めも、強いんですよね。最強にも見えるのですが、エディ側はエディゲージがなくなると一定時間エディを召喚することができなくなってしまうデメリットがあります。こんな感じですね。このゲージが減る条件は、一つ目は召喚中は徐々に減っていきます。二つ目はエディが攻撃したら、一定量減ります。3つ目がエディが攻撃を食らったら全部減りますとなっています。なのでエディが攻撃を食らわないように操作をしながら相手に攻撃していくのが重要なキャラクターです。エディゲージの回復方法は一定時間召喚しないことになります。こんな感じですね。ちなみにエディゲージはなくなる前にエディを回収するとすぐにまた召喚することができます。こんな感じですね。ただゲージが減ったまま召喚されるのでそこも要注意です。それらを踏まえるとエディのレーダーチャートはこんな感じかなと思っています。攻撃力は普通からやや低めぐらいになっています。ただエディにはガード不能という連携があって、その連携も含めると、やや高めぐらいになります。ガード不能はそのままの意味で、ガードができない連携のことになります。つまり攻撃を絶対食らってしまうという意味ですね。ただし厳密には ACPR については完全にガード不能というものができないんですね。なのでガード困難という表現が正しいですが、実質ガード不能となっています。防御力はだいたい真ん中ぐらいになります。機動力はどちらかといえば高い方です。エディには空中浮遊というものがあって、これにより空中ダッシュの挙動や滞空時間などを自由に決められるので、どちらかといえば高い方かなと思います。近距離2、中距離3、遠距離4、基本的にエディと攻めていくので、どの距離でも強みを持っています。これディズニー編でも言いましたね。近距離は信じられる技が少ししかないので、エディがいないときはかなりしんどいかなと思います。中距離はいくつか武器が揃ってるので、どちらかといえば戦える方かなと
と思います。エディを召喚するのが目標なので、攻撃を当てて召喚をするか、それとも離れて安全に召喚するかという距離になっています。遠距離は安全にエディを召喚できる距離です。ただ、エディを召喚したからといって簡単にラインを上げられるわけではありません。エディが攻撃を食らわないようにしながら慎重にラインを上げる必要があります。エディの戦闘スタイルはこんな感じかなと思います。エディと一緒に攻めた時の一方的な強さやガード不能もあるので、パターンにはまれば一方的に勝つことができるので、そういうのが好きな方におすすめです。かなり昔の話なんですけど、昔はエディの全一、要は、エディで一番強い人の対戦を攻めた状態からガード不能までに持っていって倒すので、プラクティクスモードと呼ばれていました。さて、エディのカラー一覧はこちらになります。自分の好きなカラーを見つけましょう。そしたらさらにキャラクターに愛着が湧くはずです。今回はここまでになります。次回は一時期殺人鬼だったファウストになります。それではバイバイ。はい、動画の方は以上になります。ACPR のフリープレイが毎月最終日曜日の19時から、新宿スポーツランド本館で開催しています。初心者の方でも手取り足取り教えますので、少しでも興味があればお気軽にご参加ください。疑問などがありましたら、私のツイッターに DM や質問箱でご連絡ください。それでは、バイバイ。